ハウスの中の石の位置としては、もちろんですね、ガードがない展開ですね。ガードがない展開でも T ラインと呼ばれるこのハウスの真ん中にある線よりも前に置くことっていうのがカーリングでは正しいドローという考え方になります。なぜかというと T ラインよりも奥に行ってしまうと、今度こんな風にですね、相手に使われる石にもなり得るっていう考え方ができるので、ドローの基本としては T ラインよりも前に置いておくというのが非常に大事になってきます。これはコーナーガードの時も同じです。 T ラインよりも前に置いておくことに、これが非常に大事になってきます。ただし場所によってはですね、こんな風に相手がナンバーワンになりつつも T ラインの前なんですが、バックガードに使われるパターンっていうのも実はあるので、コーナーガードの時のこの位置ですね、例えばこうなった時、センターとの関係性なんですが、これでついちゃうとこっちがナンバーワンですけれども、これって実はきっと前から結構見えてると思うんですね。この角度を持ってつけた時にどのぐらいでナンバーワンになるかどうかみたいなところもしっかり見なきゃいけないので、実はこの位置ですね、非常に大事になってきます。もうこうやって奥になっていってしまった日にはもう明らかにいいポジションを取れてしまうので、実はこの T ラインよりも前に置けるのかどうか、なおかつ前って言ってもどの辺の位置に置けるのかっていうのが実は大事になってきたりします。これはセンターガードの時もなんですが、センターガードになってくると今度後ろになってしまうと、こんなふうに相手がまたつけに来ます。この関係ですね。して相手が自分たちもこうやっていけると、何個置いたら真ん中に来るかなみたいなことも実は考えたりします。この状態って黄色しっかりナンバーワン取れてる位置なので、ここにあるといいんですね。これが多分こうやって後ろに行っちゃうと、こうやってこうなった時にこっちがナンバーワンになっちゃうので、実はこの奥に行くにもどの辺がいいのかっていうのも実は見てたりします。じゃあ例えば T ラインより前でセンターガードが一つある状態、これをじゃあ例えばヒットします。ヒットしてロールします。ロールしてもまだセンターラインよりも前にあります。この状態だとヒット&ロールすごくいい位置にできたんじゃないかなと思うんですが、じゃあ相手の石が例えば T ラインにあるとします。 T ラインにある石をヒット&ロールすると必ずセンターラインよりも後ろに来てしまいます。こうなると相手にも利用されるような石になってきます。なのでヒット&ロールをされた時にどこに来るのかっていうのを考えて、実は単なるサイドへのドローだったりかもしれないんですけれども、ここにあるよりはこの辺がいいよね、ヒットしてもそこまで、しかもかなり真ん中よりも離れてるしだいぶ後ろだからいいよねっていうような考え方ができます。中途半端に止まるならしっかり奥まで持っていっちゃった方がいいみたいな場合もあります。じゃあ例えば後方の石がここに一つ入ってて T ラインの奥にある場合なんですが、これ実はしっかりフリーズできると自分たちの石も守ってくれつつ、しかも相手の得点の可能性も減らしているので、コーナーガードがあって T ラインよりも後ろに石があるっていう場合だと、こういうふうに相手の石を非常に自分たちの有利な展開に使うことが可能になります。これがですね、よくこんなふうにハウスから出てるんだけどこういうふうに使うこともできたりします。なので変にここに残しておくんだったら、もうしっかり、こう動かしておきたいなみたいな場合もあったりするので、こういう変に後ろに残っている石も全然得点には関係ないかもしれないけどバックガードとして使えたりっていうパターンも